2024年11月、アメリカ北東部のある池のほとりで、2人の FBI の捜査官が自分の目で未確認の物体を見た。明るい赤い光の上に明るい白い光が浮かび、それは樹幹の高さで右から左へ素早く動いた。消えると同時に最初の場所にもう一度現れた。2026年6月12日、アメリカ政府は UFO/UAP の機密ファイルを新たに公開した。その中に北東部の一つの地域で起きた一連の事案の記録がある。市民が撮影した発光体の映像が4本、目撃者への面談記録、そして FBI の捜査官が残した捜査記録だ。舞台は最初の目撃から捜査官自身が目撃するまでおよそ3年に及ぶ。今回はその記録を初めから順に辿っていく。始まりは一人の住人だった。FBI の捜査記録によれば、その人物は2006年からこの家に住んでいて、それまで家の裏で見慣れない光を見たことは一度もなかった。最初の目撃は2021年11月の早朝。本人は自分を懐疑的な人間だったと語っている。それ以来、オーブのような物体を繰り返し目撃した。物体は時に家から200ヤードほどの近さに現れ、空に静止することも、動くことも、木々の間や水の近くに現れることもあった。住人はトレイルカメラやセンサーを設置し、記録を集めた。そして、物体を目撃した時刻に一致して、ガンマ線が跳ね上がり、電子機器や GPS のデータにも乱れが出たと報告している。2024年8月、住人は FBI に紹介された。住人が撮影した映像のうち4本が今回公開された。一番古いのは2021年。三角形に並んだ複数の光が夜空に浮かんでいる。翌2022年には2つの赤い光がほぼ静止して浮かび、下の光がゆっくりと回転した。2024年、池の上に現れた物体はプラズマのような球体と記録され、形と明るさを変えながらその場に長く留まった。そして2025年、住宅の裏庭で、地上およそ25フィートに強い光が浮かび、目撃者とその配偶者がこれを見た。いずれも北東部の同じ地域で撮られている。政府は、撮影者のプライバシーを守るために、一部を切り取った以外、編集や加工は加えていないとしている。映像を受け取った FBI は現地に向かった。2024年11月、特別捜査官が、住人の自宅を訪ね、敷地を見て回った。家からおよそ200ヤード離れた森に、住人は西を向いたトレイルカメラを取り付けていた。そこは、狩猟や釣りが禁じられた区域で南北に走る石垣があった。捜査官は住人が過去3年に物体を見たという場所を一つずつ確認した。住人は捜査官が機材を設置することにも、夜の立ち会いにも応じると申し出た。物体はしばしば夕方に現れるというのだ。そして、その日が来た。2024年11月のある夕方、2人の特別捜査官が住人の自宅を訪ねた。曇りで気温は摂氏でおよそ9度。捜査官は家の北側のパティオに立った。およそ20分後、捜査官の一人が自分が未確認の物体だと考えたものを目撃した。池の北の縁に白い光が脈打つように現れ、不規則に動いた。その光は右面に反射せず、下を照らすこともなく、樹幹の高さか、それより低いところを10秒足らず、左右に揺れて消えた。木々の上端にも、白や青の光が点滅しては消えた。捜査官は写真を撮ったが、ほとんどがブレていた。午後5時15分、住人が帰宅し、捜査官はパティオに戻った。その15分後、2人の捜査官は、同時にそれを見た。池の遠い端に、明るい赤い光の上に、明るい白い光。樹幹の高さで、右から左へ素早く動いて、消えると同時に、最初の場所にもう一度現れ、また、右から左へ動いて消えた。2人ともそれを、はっきりと見ていた。それからしばらく後、住人は夜午後9時15分頃帰宅した。下り坂の市道に車を入れたとき、裏庭の中央、樹幹の下に強烈に明るい光が浮かんでいた。
住人は車を降りてしばらく見つめてから、撮影のために携帯を取りに戻った。配偶者は防犯カメラで気づき、外に出てきた。後の面談記録によれば、目撃した本人たちはそれを、直径およそ1メートルの赤い球体だったと説明している。その赤は、鮮やかで美しく、こんな色の赤は見たことがなかったという。そして球体の中心には、バスケットボールほどの大きさの白いプラズマの太陽のようなものがあったと記録されている。見ているうちに、球体は左上へ動き、その上にもう一つ、同じ形の球体が現れた。二つは変態を組むように、あるいは互いにつながれているかのように、無音で滑らかに西へ動き、視界の外へ去るとき、一つに溶け合った。その数週間後には、白い球体がいくつも家の上空を西から東へ通り過ぎた。目撃者は一人ではなかった。別の面談記録にはもう一人の証言が残されている。その人物も夜午後9時15分頃帰宅し、フロントガラス越しに黄色い光の玉を見た。バスケットボールほどの大きさで車を降りると、その横により大きなビーチボールほどの玉がもう一つあった。物体は家からおよそ30ヤード、地上20から30フィートの高さにあり、見ていても目に負担はなく、その後健康を害したこともないという。二つの玉は横へ動いて木の後ろへ進み、やがて一つの球がもう一つの球の中へ入り、不意に消えた。この人物は1987年にも送電線の近くで見慣れないものを見たことがあると語っている。赤い光がその場で回転し、テレビドラマの車のヘッドライトのようだったという。光はしばらく浮かんだ後、変電所の近くに降りていった。ではこれらの記録は何を語っているのか。一つの地域で一人の住人が3年にわたって発光体を記録し続けた。その人物はもともと自分を懐疑派だと考えていた。FBI は映像を集め現地を歩き、夕方のパティオに立ち、捜査官自身が自分の目でそれを目撃した。それでも FBI も AARO、ベイゼン領域異常解決局もこれが何であったかという結論は出していない。宇宙人だとも見間違いだとも公式には断定されていない。ガンマ線の異常も住人が報告したもので、政府がそれを確かめたという記述はファイルの中にはない。自分の目で赤い光の上の白い光を見たあの二人の捜査官でさえ、それが何だったのかは記録に残していない。本動画で取り上げた記録は、機密解除プロジェクトパーシューが2026年6月12日にリリース03として公開した公式記録だ。原版書と映像は、すべて war.gov/UFO で閲覧できる。このリリースには、もう一つ複数の機関が関わったコロラドスプリングスの事案がある。それも近いうちに一件ずつ辿っていく。本チャンネルはアメリカ政府が公開した機密解除ファイルを公式の記述に忠実に紹介していく。